り解説。日本映画の革命、ドタバタ劇はもう古い。80年代に誕生した新感覚ニューウェーブコメディ。傑作ランキングトップ10。伊丹十三から三谷幸喜前夜まで。昭和のコメディ映画って、男は辛いよみたいな、ほろりと泣ける人情喜劇のイメージが強いわね。そうだな。でも1980年代に入ると、邦画の笑いは劇的に進化したんだぜ。泥臭い人情から離れた、シニカルでシュールなニューウェーブコメディが誕生したんだ。シュールな笑い？ドタバタ劇じゃないってこと？ああ、森田義満監督や伊丹十三監督が、知的な笑いを持ち込んだんだ。例えば83年の家族ゲームは、当時の受験戦争をシュールに描いて絶賛され、キネマ旬報の1位に輝いたぜ。社会問題を笑いに変えちゃうなんて、すごく斬新ね。この流れが、91年公開の三谷幸喜脚本の密室劇12人の優しい日本人につながり、今のコメディへ受け継がれるのぜ。今回は、日本映画に革命を起こした80年代の新感覚コメディ傑作トップ10を発表するぜ。第10位。怪盗ルビー。1988年。早速第10位を教えてちょうだい。第10位は、1988年公開の、怪盗ルビーだぜ。監督と脚本は、イラストレーターとしても有名な和田誠さんが務めているんだ。ちなみに、不気味な、怪しいじゃなくて、明るく楽しい、痛快を意味する、怪の字を使うのが、和田監督のこだわりのポイントなんだぜ。和田誠さんって、おしゃれな絵を描く人よね。映画も撮っていたなんて驚きだわ。ああ、原作はヘンリー・スレッサーの同名小説なんだけど、これを極上のスクリューボールコメディとして日本映画に持ち込んだ革命的な作品なんだぜ。スクリューボールコメディ？初めて聞く言葉だけど、どんなコメディなの？ 1930年代のハリウッドで大流行した手法でな。男女の気の利いた会話と、スピーディーな展開で笑わせる都会的なコメディのことだ。泥臭いドタバタ劇とは対極にある洗練された笑いなんだぜ。大人の笑いって感じがするわね。誰が出演しているの？主演はキョンキョンこと小泉京子と、真田広之だ。小泉はキュートな泥棒役で、真田は彼女の相棒にされてしまう気弱で生真面目なサラリーマンを演じているんだ。真田広之さんが気弱なサラリーマン役なんて、意外なキャスティングね。そのギャップが良いんだぜ。振り回される真田と小泉のテンポの良い掛け合いが本当に面白くてな。当時の邦画にはなかった、洋画のような小粋な笑いを生み出しているんだ。聞いているだけでワクワクしてくるわ。さらに小泉京子が歌う同名の主題歌も大ヒットしたんだぜ。作詞は和田誠さん、作曲は大滝栄一さんでな。小泉はこの作品の演技が高く評価され、第31回ブルーリボン賞の主演女優賞に輝いたんだ。音楽もおしゃれで、賞まで取っちゃうなんて完璧じゃない。だろ？泥臭さを完全に排除し、見事な会話劇だけで観客を魅了した本作は、80年代ニューウェーブコメディを語る上で絶対に外せない名作なんだぜ。第9位。ファンシーダンス。1989年。どんどん行くわよ。第9位にランクインしたのはどんな映画なのかしら？第9位は、1989年に公開されたファンシーダンスだぜ。岡野玲子さんの大人気漫画を実写映画化した作品で、監督と脚本は日本映画界を代表するヒットメーカー、周防正幸さんが務めているんだ。周防監督って、名作コメディをたくさん作っている有名な監督よね。この作品はどんなストーリーになっているの？本木雅弘が演じるバリバリのパンクロッカーが主人公なんだ。彼が実家のお寺を継ぐために、ものすごく厳しい禅寺での修行生活にいきなり放り込まれてしまうんだぜ。パンクロッカーとお坊さんの修行？それだけでもめちゃくちゃギャップがあって面白そうじゃない。ああ、まさにそのギャップが狙いなんだ。この映画の革新的なところは、お寺の修行という、一般人には知られざる閉鎖空間のルールを、見事なシチュエーションコメディとして成立させている点なんだぜ。なるほど。状況のギャップを利用して笑わせるのね。そういうことだ。登場人物たちが厳しい戒律や独特な作法を大真面目にやればやるほど、
見ている側には滑稽に映るんだ。俗世間の欲望と厳しいルールの板挟みになって揉まれる姿が、最高に笑えるんだぜ。無理して笑いを取りに行くドタバタ劇じゃなくて、ルールに従って大真面目に生きているからこそ笑えちゃうなんて、すごく知的な構成ね。その通りだ。素人が特殊なルールを持つ世界に飛び込んで奮闘するというこの笑いの構造は、後に大ヒットするシコ踏んじゃったや、シャルウィーダンスへと確実に繋がっていくんだ。相撲や社交ダンスの映画も、まさに同じ構造のコメディだったわね。ああ、だからこそ本作は、周防監督の様式美コメディの原点として高く評価されているんだ。80年代のニューウェーブコメディを語る上で絶対に外せない、完成された一本なんだぜ。第8位、木村家の人々、1988年。どんどん面白くなってきたわ。次は第8位ね。一体どんなニューウェーブコメディがランクインしたのかしら？第8位は、1988年公開の木村家の人々だぜ。監督は後に送り人でアカデミー賞を受賞するなど世界的な評価を受ける滝田洋次郎さんで、脚本は一色信之さんが担当しているんだ。あの有名な滝田監督のコメディ作品なのね。タイトルの通り、木村さん一家のお話だと思うけど、一体どんな人々なの？加賀武史と桃井かおりが癖の強い両親を演じているんだけど、この木村家、小学生の長男を除いて、家族全員が異常なほどお金儲けに執念を燃やしているという、とんでもない設定なんだぜ。お金儲けに執念を燃やす家族？ただ節約しているとか、そういうレベルの話じゃないってこと？全然違うぜ。早朝から家族総出で仕出し弁当を大量に作ったり、通勤途中に無許可の白タクでお客を乗せたり、モーニングコールの代行までやったりと、24時間体制で服用しまくっているんだ。いくらなんでも働きすぎじゃないの？家族の団らんとか、ゆっくり休む時間なんて全くないじゃない。それだけじゃないぜ。肩叩き1回10円みたいに、家族間のちょっとしたお願いややり取りすら、すべて細かく金銭に換算して請求し合うんだ。その徹底した競争ぶりが、最高のブラックコメディになっているんだぜ。家族なのに身内でお金のやり取りまでするなんて、ちょっと異常ね。どうしてそんな極端なお金亡者の設定にしたのかしら。ここが本作の最大のポイントなんだ。公開された1988年といえば、まさにバブル景気の絶頂期でな。日本中が不動産や株の在宅ブームに浮かれていた、異常な時代だったんだぜ。そっか、世の中全体がお金って狂っていた時代だったわね。その通りだ。この映画は、当時の日本中を覆っていた拝金主義をあえて極端に誇張して、痛烈に皮肉ったんだ。社会の異様な空気を逆手にとって極上のエンタメに昇華させた、80年代を代表する傑作ブラックコメディだぜ。第7位のようなもの、1981年。続いて第7位ね。次はどんな作品かしら？第7位は、1981年公開のようなものだぜ。後に日本映画界を牽引する天才、森田義満監督の商業映画デビュー作であり、自ら脚本も手掛けているんだ。1981年ってことは、今回紹介する80年代コメディの中でもかなり初期の作品ね。ああ、実はこの作品こそが、80年代ニューウェーブコメディの真の原点とも言える歴史的な一本なんだぜ。舞台は落語界で、伊藤勝信、尾藤勲、秋吉久美子らが出演しているんだ。落語界が舞台？それなら、昔ながらの人情や、師弟愛のほろりとする物語なんじゃないの？ニューウェーブっぽくない気がするわ。そう思うだろ？でもそこが森田監督のすごいところなんだ。旧来の邦画の定番だった人情や劇的なドラマを完全否定して一切排除し、若者たちの軽薄でドライな日常を淡々と切り取ったんだぜ。人情を排除しちゃったの？じゃあ、どうやってお話を進めたり、笑いを取るのよ？物語を動かす劇的な事件なんか起きないんだ。その代わり、登場人物たちの意味のない会話のズレが笑いを生むという、当時としては極めて異端で斬新な演出を行ったんだぜ。意味のない会話で笑わせるなんて、
今のシチューションコメディみたいね。尖っているわ。その通りだ。この徹底してシニカルでシュールな作風。いわゆるモリタイズムは当時の映画ファンにものすごい衝撃を与え、ここから邦画の笑いが変わったと言っても過言じゃないぜ。ドタバタしなくても、日常のちょっとしたズレで笑えるのね。まさに新感覚だわ。ああ、だからこそ本作は、泥臭い喜劇から知的な笑いへと邦画の歴史を変えた、ニューウェーブの幕開けとして絶対に外せない記念碑的な作品なんだぜ。第6位、コミック雑誌なんかいらない。1986年。次は第6位ね。今度はどんなニューウェーブコメディが登場するのかしら？ワクワクするわ。第6位は、1986年公開のコミック雑誌なんかいらないだぜ。監督は第8位でも紹介した滝田洋次郎で、主演はあのロックンローラーの内田裕也が務め、自ら共同脚本も手掛けているんだ。ロックンローラーの内田裕也さんが主演で脚本も、コメディのイメージがあまりないけれど、一体どんなお話になっているの？内田演じる主人公のキナメリは、テレビの突撃リポーターなんだ。彼がマイク片手に、芸能スキャンダルや凄惨な事件現場など、様々な現場にずかずかと突撃していく姿を描いているんだぜ。突撃リポーターのお話なのね。でも、それのどこが革命的なコメディだったの？この映画の最大の特徴にして狂っているところは、当時のワイドショーを賑わせた現実の事件を、そのまま映画の笑いやブラックジョークに組み込んでしまった点なんだ。現実の実際の事件を笑いにしちゃったの？例えばどんな事件を取り入れたの？なんと、当時世間を騒がせたロス疑惑の三浦知良本人を映画内に出演させたり、豊田商事事件を彷彿とさせる凄惨な殺人事件の現場を再現したりしたんだぜ。実際の当事者を出したり、実際の凄惨な事件を真似るなんて、今のテレビじゃ絶対に放送できないわね。過激すぎるわ。ああ、コンプライアンス的に今は絶対に不可能だ。視聴率至上主義に共本するテレビ業界やメディアの競争を逆手に取り、現実と虚構の境界をなくして痛烈に批判したんだぜ。なるほど。メディアの狂気を、さらに狂った手法で笑い飛ばしたのね。その通りだ。非常に過激で毒の強いブラックコメディの金字塔として、80年代の邦画界に強烈な爪痕を残した絶対に外せない傑作なんだぜ。第5位、逆噴射家族。1984年。いよいよトップ5の発表ね。第5位はどんな映画がランクインしたの？第5位は、1984年公開の逆噴射家族だぜ。監督はパンクな作風で知られる石井壮吾で、脚本はなんと漫画家の小林義則との共同制作なんだ。漫画家の小林義則さんが脚本に参加しているなんて面白そうね。どんな家族のお話なの？小林克也演じる父親が念願の郊外マイホームを手に入れた一家の話なんだが、植木など演じる祖父が同居し始めたのをきっかけに、家族間のストレスが爆発してしまうんだぜ。やっとの思いでマイホームを手に入れたのにストレスが爆発？まさか、ちょっとしたドタバタの家族喧嘩が始まるとか？いや、そんな生ぬるいもんじゃないぜ。些細な不満から全員が完全に狂ってしまい、なんと念願のマイホームの中で、家族同士による容赦のない殺し合いに発展してしまうんだ。家族同士で殺し合い、それって完全にホラーやサスペンスじゃないの？一体どこがコメディなのよ。普通なら悲惨なホラーになる題材を、石井監督特有のパンクなスピード感と異常なハイテンションで描き切ることで、他に類を見ない破壊的なブラックコメディに昇華させているんだぜ。なるほど。あまりにも行き過ぎてハイテンションだから、逆に笑えちゃうパターンね。でも、どうしてそんな過激な設定にしたのかしら？ 80年代当時、多くの日本人が郊外にマイホームを持つことや、家族団らんという幻想を無条件に盲信していたんだ。この作品は、そんなステレオタイプな理想像を真っ向からぶっ壊し、痛烈に皮肉ったんだぜ。誰もが憧れる幸せな家族の象徴を、根底からひっくり返して笑いに変えたのね。その通りだ。平和な家族団らんという幻想を、パンクとコメディの融合で見事に粉砕した。ニューウェーブコメディの中でもひときわ異彩を放つエネルギーに満ちた超傑作だぜ。第4位、
12人の優しい日本人、1991年。いよいよ第4位の発表ね。トップ5に入ってから一気にボルテージが上がってきたわ。次はどんな作品がランクインしたのかしら？第4位は1991年公開の12人の優しい日本人だぜ。中原俊監督の作品で、脚本を担当したのはなんと、今も映画やドラマで大活躍しているあの三谷幸喜なんだ。あの三谷幸喜さん。ここでついに大御所の名前が登場するのね。もしかして、三谷さんにとっても出世作になった作品なの？その通りだぜ。もともとは三谷が主催する劇団、東京サンシャインボーイズの舞台演劇で、それを映画化した作品なんだ。名作映画、12人のイカれる男のオマージュでな。もし日本に陪審員制度があったらという架空の設定で描かれているんだぜ。陪審員制度って、一般の人が裁判所に集まって有罪か無罪かを決める、すごく真面目な会議よね。それがどうして面白いコメディになるの？殺人事件の評決のために集められた12人の一般市民が、ただ一つの会議室の中でひたすら議論するだけなんだ。派手なアクションや場面転換なんて一切ない密室劇なんだけど、そこが最大の魅力なんだぜ。密室での会話劇だけで映画を一本持たせるなんて、脚本の力がよっぽど強くないと見ている方が飽きちゃうじゃない。そこが三谷脚本の神業なんだぜ。登場人物たちの性格の不一致や、ちょっとした言葉の勘違いから物語が二転三転して、極上の笑いを生み出す完璧なシチュエーションコメディになっているんだ。派手な演出に頼らずに、人間の性格や会話のズレだけで観客を爆笑させちゃうなんて、やっぱり紛れもない天才ね。ああ、この知的な笑いの大成功は、80年代から進化してきたニューウェーブコメディが一つの到達点を迎えた証なんだぜ。同時に、90年代以降の日本のコメディ界を牽引していく三谷幸喜を世に知らしめた、歴史的な架け橋として外せない名作なんだ。第3位、マルサの女、1987年。ついにトップ3の発表ね。いよいよランキングも大詰めだけど、第3位にはどんな革命的な映画がランクインしたのかしら？第3位は、1987年公開のマルサの女だぜ。監督と脚本は、80年代ニューウェーブコメディを力強く牽引した天才、伊丹十三が務めているんだ。あ、そのタイトルは聞いたことがあるわ。でも、マルサって税務署の話よね？税金の取り立ての映画が、どうしてコメディになるの？そこが伊丹監督のすごいところなんだぜ。脱税という非常に地味でお堅いテーマを、国税査察官と脱税者の手に汗握る知恵比べとして描き、極上のエンターテインメントに仕立て上げたんだ。お堅いテーマをエンタメにしちゃうなんて、一体どんな風に描かれているの？ドタバタ劇じゃないんでしょ？主演の宮本信子がおかっぱ頭の熱血査察官を、対する狡猾な脱税者を山崎努が演じているんだ。伊丹監督の最大の特徴は、必要なまでの徹底的なリサーチにあるんだぜ。リサーチ？それじゃあ、映画の中には実際の税務調査のリアルな裏話なんかがたくさん出てくるってこと？その通りだ。例えば、壁の裏や隠し金庫に札束を隠す生々しい手口と、それを暴く査察官の攻防戦とかな。専門用語を飛び交わせながら、しっかりと観客を爆笑させるんだぜ。なるほど。難しい専門用語を使っても面白いなんて、脚本と演出のバランスが完璧じゃないと絶対に成立しないわよね。ああ、この専門職の裏側×コメディという手法は、伊丹メソッドの完成形として大絶賛されたんだ。本作は記録的な大ヒットとなり、日本アカデミー賞の主要部門を総なめにしたんだぜ。映画の賞まで総なめにするなんて、当時の熱狂ぶりが目に浮かぶようね。全くその通りだ。特定の専門職、お仕事の裏側をコメディタッチで描くという、その後の日本のテレビドラマや映画の定番フォーマットを確立した、影響力の計り知れない作品なんだぜ。第2位、家族ゲーム、1983年。ついに第2位の発表ね。マルサの女を抑えてランクインした作品って、一体どんな映画なのかしら？第2位は、
1983年公開の家族ゲームだぜ。第7位でも紹介した天才森田義満監督がメガホンを取り、邦画界の常識を根底から覆した伝説的な革命作なんだ。また森田監督の作品なのね。今回はどんなテーマで描かれたお話になっているの？当時の深刻な社会問題だった苛烈な受験戦争と、マンション暮らしで関係が希薄になった各家族の閉塞感を題材にしているんだ。主演の松田優作が、型破りな家庭教師を演じているんだぜ。松田優作さんが家庭教師の役、ハードボイルドなイメージが強いから、コメディに出ているなんて驚きだわ。そうなんだ。しかも、ただのドタバタ劇じゃない。日常に潜む家族の狂気を、とんでもなくシュールな映像表現でシニカルな笑いに変えてみせたんだぜ。ちなみに父親役で伊丹十三も出演しているんだ。シュールな映像表現って、例えばどんな印象的なシーンがあるの？一番有名なのは、家族全員が横一列に並んで食事をする異様な食卓のシーンだな。まるで最後の晩餐みたいな構図なんだ。他にも、伊丹十三が目玉焼きの黄身をチューチュー吸う気候なんかも強烈だぜ。横一列に並んでご飯を食べるなんて、どう考えても不自然でおかしいわよね。でも、そういう不気味さも含めて笑いにしているのね。その通りだ。旧来の泥臭い人情喜劇とは全く違う。この徹底してドライで知的なアプローチは、当時の映画界にものすごい衝撃を与えたんだぜ。笑いだけじゃなくて、社会問題への強烈な風刺が効いているところが、まさにニューウェーブって感じね。ああ、この作品は、キネマ旬報ベスト10の第1位に輝くなど、当時の映画賞を総なめにしたんだ。日本映画の笑いが次の次元へ進んだことを証明した、まさに歴史的な一本だぜ。第1位、お葬式、1984年。ついに栄えある第1位の発表ね。邦画の常識を覆した80年代ニューウェーブコメディの頂点に立つのは、一体どの作品なの？第1位は、1984年公開のお葬式だぜ。第3位でも紹介した伊丹十三が、51歳にして初めて監督と脚本を務めた、記念すべきデビュー作なんだ。51歳で初監督だったの。しかもタイトルがお葬式って、お葬式がテーマなのにコメディの第1位だなんて、全然結びつかないわ。妻の父親が急死して、初めてお葬式を出すことになった夫婦の3日間を描いているんだが、人が死んでいるのに面白いという究極のタブーを見事にエンタメに昇華させたんだぜ。主演は宮本信子と山崎努だ。お葬式で笑いを取るなんて一歩間違えたら不謹慎になりそうなのに、どうやってコメディにしているの？死という非日常の中でむき出しになる、日本人の生々しい日常のギャップを笑い飛ばしたんだ。実はこれ、伊丹監督の妻である宮本信子のお父さんが亡くなった時の、実際の葬儀体験が元になっているんだ。伊丹監督は自分が喪主として奔走しながら、これは映画になる、とひらめいて、葬儀の合間にメモを取りまくり、なんとたった1週間で脚本を書き上げたという天才的な逸話があるんだぜ。例えば、急なお葬式で何をしたらいいかわからず、夫婦で冠婚葬祭のマニュアルビデオを見ながら必死に準備する滑稽な姿とかな。悲しいはずなのに、お葬式のやり方がわからなくてビデオで勉強する姿を想像すると、リアルすぎてちょっと笑えちゃうわね。そこに世話焼きな親族や癖の強い連中が絡んできて、さらにドタバタするんだ。決して詩を茶化すわけではなく、真面目にやればやるほど人間の不器用さや滑稽さが浮き彫りになる、最高にシニカルな笑いなんだぜ。お葬式という厳粛な場だからこそ人間の滑稽な部分が強調されるのね。まさに常識破りだわ。その通りだぜ。この知的な笑いは大衆に熱狂的に受け入れられ、異例の大ヒットを記録したんだ。日本アカデミー賞の最優秀作品賞も獲得し、それまでの邦画の常識を完全に変えた、ニューウェーブコメディの最高傑作だぜ。エンディング。80年代のニューウェーブコメディって、ただ笑わせるだけじゃなくて、社会の矛盾や人間の滑稽さを鋭くついた、最高に知的なエンターテインメントだったのね。ああ、伊丹十三や森田義満といった天才たちが、
泥臭い喜劇から知的な笑いへの道を切り開いたからこそ、今の多様な邦画やドラマの笑いに繋がっているんだぜ。映画館が熱狂に包まれていたあの時代、バブルの空気感も含めて本当にエネルギーに満ち溢れていたわね。今回紹介した作品を当時リアルタイムで見て、一番衝撃を受けた映画は何位だった？ぜひコメント欄で教えてくれよな。あなたにとっての最強のコメディ映画の書き込みも待っているわ。面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、次回の動画でまた会おうぜ。